こんにちは、ノリズピロリンです。今日はね、最悪な悪について熱く語っていきたいと思います。ネタバレがねいっぱいなんで、まだ見てないっていう方でネタバレが嫌っていう方はごめんなさい。せっかくなんですけどこの動画閉じてくださいね。初めからね語りたい部分がねたくさんあるんですけど、やっぱりねもう語るといえばラストについていっぱい語りたいんですよね。もちろんね、なんかこうね、潜入捜査なんで、なんかこう、ハッピーエンドのラストは期待できませんが、一見の価値があるっていうのがね、うちのね、夫の感想なんです。なのでまあ見てない方もぜひ見てください。いろんなね、解釈があったりね、感じ方あると思うんですけど、今日は私とうちの夫の感想をね、中心にね、お話ししますね。ちちゃんさんが演じる純もは潜入捜査を始めた頃はこう下っ端でねこうヒヤヒヤするシーンがもういっぱいで、そんな感じでどんどん物語が進んでいくという感じだったんですけど、イムセミさん演じるなんかビジョンが捜査にこう協力するようになった頃からね、なんかね少しずつねこうギチョルのこう信頼も得て幹部にこう食い込んでいくんですよね。でやっぱりね一番のねターニングポイントはね、チャンクさんも言ってたんですけど、ギチョルがこう雇っていたこう探偵みたいな人が純もの秘密を見つけて、でそれを取り戻そうと純もから逃げる途中でねこう誤ってビルから落下してしまうんですよね。で彼を助けずに自分が警察関係者だっていう証拠だけをね奪ってね純もが逃げるシーンがあるんですけど、このシーンがねターニングポイントとなって、あそこでねなんか刑事のねなんかモラルっていうのかな、純も個人としてのなんか越えてはいけないこう一線を越えてしまったっていうね。でそこからどんどん純もっていう人間が壊れていくっていう感じになってるんですよね。でそしてなんか夫婦の中もギクシャクしていく。でまずねこれギチョルの気持ちを考えたらね、ギチョルはね初恋の相手が純もの奥さんであるビジョンなんですけど、なんか親の事件のことで2人は好き同士だったのにこう離れ離れになってしまったっていう間柄で、まだなんだか気持ちが残っているところ、ただでさえね男性はね昔の恋愛をこうファイルにまとめて一つずつ保管して保存するって言われてる。これね女性はねなんか上書きしていくってよく言われますよね。そうだと思います。なんですけどギチョルはねビジョンをなんかすごくピュアな気持ちその頃のピュアな気持ちのままだったと思うんですよね。それにねいつかねこうビジョンに出会った時にと思って稼ぎ方は間違ってるんですけどこれまで頑張ってきたんだと思うんですよ。だからねビジョンと出会って恋愛するようになって、ビジョンのために仕事を変えてまで、そして一緒に住む家を買って、でずっといた仲間との中に日々が入ることになってもなんかビジョンを選んだんですよね。もちろんねギチョルにとってはね仲間も最終純ものこともなんかこう大切だって思ってたとは思うんですけども、それはねそれでねそんな大きなことじゃないと思うんですよ。やっぱりねこれから家族になろうって思ってたビジョンにこう裏切られたのがね一番辛かったんじゃないかなって私は分析しました。もう途中でギチョルにね何も知らせてあげたいってね思ったぐらいですよね。ラストはねそんな思いのギチョルのなんかこう2人への最大の復讐だったと思います。そしてね最終ね純もとビジョンは多分あれ離婚してしまうんだと思うんですけど、このね離婚した原因をねちょっと考えてみたんですけど、これはねビジョンの立場に立って考えてみたんですけど、純もがした行為ナタで人刺しまくるとかね引くと言ったら引くんですけど、確かにあの時ビジョンも引いてたしでなんですけど、私はねそれは離婚原因にならないと思うんですよ。純もの優しい部分も知ってるし、仕事で仕方ないっていうのはねあると思うんでね、これはね時間が解決してくれて、でビジョンは割り切れると思うんですよ。それになんかギチョルを騙すことについても
なんかビジョンは全然罪悪感ないっていうわけではないんですけど、罪悪感は結構あったと思うんですけど、なんか純務のために仕方ないっていうので割り切ってたんだと思うんですよね。だから純務にそこまでさせるぐらい肩身の狭い思いをさせていたっていうね、なんかそういう引け目もねビジョンの中にはあるし、そう考えたらやっぱり女にとったら今の旦那さんが一番大事で、昔の彼氏についてはねもうすでにね旦那さんで上書きされちゃってるんですよねこれはね私の意見ではあるんですけど、極端に言ったら別れた元彼が死のうが生きようがある意味ね今の私には関係ないし、全然興味ないっていう感じだと思うんですよ。それとね一緒、そこまで言ったらなんかちょっと極端なんですけど、そんな部分はあるのかなってちょっと思いました。だからねビジョン自身はね離婚するつもりはなかったんだと思うんですよね。逆にね純務はジェラシーっていうかね、申し訳ないっていう気持ちも持ってながらもジェラシーとかっていうかなんか嫉妬みたいなものがねなんか離婚に結びつくのかなと思ったんですよ。男性の方は自分がファイルにして大切に保存しているだけに、もう相手もそうじゃないかって思うんじゃないかなって思っちゃうんですよね純務はねなんかターニングポイントからはね、もうこれは任務だから仕方ないってね思うことで精神的に均衡を保つために割り切っていっているっていう精神状態の中だったんで、その上ビジョンのために始めた潜入捜査がビジョンとギチョルを見るたびにどんどんね気持ちの部分が蝕まれていったんだと思うんですよね。でこのギリギリのね精神状態でね捜査が終わって、で最終頭を打って自殺しようとするギチョルを撃つ順も、これってねやっぱりね任務と割り切った大義名分の中に隠した嫉妬があったんじゃないかなって私は思いましたそしてね死にゆくギチョルに駆け寄って介抱している妻を見て、なんかね心のね大事な部分がねスポッてね抜け落ちちゃったんじゃないんかなと思います。もうそれがね、離婚を選んだ理由になったんじゃないかななんて私は考えましたその反面ね任務だと思いながらもなんかギチョルの生い立ちとかギチョルと一緒に付き合っていくうちに情が出てもうギチョルのことを助けてしまったり、あと中国の麻薬製造組織のフェロンについてもそうなんですけども、ね、助けてしまうんですよね。任務だと割り切りながらも情を捨てることができない純務も中にはいるんですけども、そこがねなんか純務の優しさっていうかね、弱い部分っていうかね、もうそれを全てひっくるめて潜入捜査の時にした行為は任務だから仕方ないってね落とし込むしかなかったっていう感じなんでしょうねそれくらいね追い詰められた精神状態だったのだと思いますそしてねなんか最終純務はギチョルのお墓に指輪を置いていくんですけども、これはなんだかねギチョルの両親を踏みにじって裏切った贖罪として、ビジョンはお前にやるみたいな感じだったのかなと思います。逆にビジョンの方はネックレスを置いていたっていうのは、これはねギチョルを騙して彼の恋心を踏みにじった贖罪としてギチョルとの別れみたいなのを意味するのかなって勝手に私は思っちゃいました。もう女はね昔の彼氏を上書きして、男は元カノをファイルに残していくっていうね、結局ね女にとったらね今愛している男がね一番であるっていうのをね表しているのかなって思いますビジョンにとったら純務を助けたいし、ギチョルを騙すことはね後ろめたいんだけども純務のために仕方なくやってただけって感じだと思うんですよね。で麻薬組織のフェロンについてもそうだと思うんですよ。で今愛している純務を守るために潜入捜査だっていうことで騙されていたっていうのも分かっててもね守ってしまう。もう女にとったらね今がね一番最高ある意味ね現実主義なのかなって思いました
夫曰く、もうこっからはちょっとチャンクファンは分からないで聞いてください。うちの夫曰く、今回の純ものこさんはなんかギジョルがね悪党であることは確かなんですけど、悪いやつではなかったっていうことなんですよね。でいくらね悪党だって言っても、友情愛情どちらも裏切ってもいいのかっていうところがね問題だって言うんですよ。今回のことはねもうつつもたせ以上のね最悪やってそれがね最悪の悪なんじゃないかっていうのがね夫の意見でした。そして夫制作の最悪の悪のラストは、純母は最後の義女の墓の前で総部長に刺されて絶命義女は後悔の念で精神病むっていうね。そして題名が最悪の僕に変更するっていうことで締めくくってましたもうね夫が監督するとねダ作になってチャンクハン敵に回すの間違いなしですよね。もうギジョル目線だとねそれくらいされても仕方ないっていうのがね夫の見解でした最後ねうちの夫の考えた冗談なんですけど、私はねこんな感じに思ったので、ぜひ皆さんはどうだったのかぜひねコメントでねいただけると嬉しいです。皆さんの意見を楽しみにしています。こちらの動画金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので、字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ノリスピロリンでした。アンニョーン。